ご視聴いただきありがとうございます。シルバラさん、今日は何の動画なの？はい。今日は、私が YouTube の動画撮影に、1年間使ってきたカメラ、オリンパス EPL10 について、お話をしたいと思います。YouTube をやってみようと思い、持っているカメラを、調べてみたのですが、それまで、私が持っていたカメラは、フィルムカメラが主で、デジタルカメラでは EOS50D が一番新しいカメラでしたが、EOS50D には動画撮影機能がありませんでした。コンパクトのパワーショット G10 に、一応、動画撮影機能はありましたが、試しに撮ってみたところ、満足のいく結果ではなかったです。スマホで、まずまずの撮影はできますが、バッテリーの充電が気になるし、着信のこともあるので、私には、動画撮影用というわけにはいかなかったです。そこで、動画用のカメラ、ということで、この EPL10 を買ったわけです。当時は、半導体不足の影響で、デジカメの展示も少なく、納期もわからなかったりで、どうしたものかと、思っていたところに、ちょうど、この EPL10 があり、目に留まったわけです。現品限り、2本のズームレンズがセットで68,000円でした。色が白だったので、私のようなシニアにはどうなのかなと、少し迷いましたが。4K 動画も撮れるし、手ブレ補正機能もついている。何よりも、すぐに持ち帰りができてすぐ使える。というのが決め手でした。これまでほとんどの YouTube 用の動画は、このカメラで撮ってきました。動画は、編集やアップする時間を考えて、4K ではなく、主にフル HD60p で撮影していますが、画質は特に問題ないですね。まず、外観ですが、ご覧の通り、非常に美しくデザインされていますね。軍艦部、向かって右から、内蔵フラッシュ、ホットシュー、モードダイヤル、コントロールダイヤル&シャッターボタン、電源ボタンが並んでいます。フロントのグリップは小さめですが、リアの親指のかかる部分にも膨らみがあり、持ちやすくなっています。リアには、3インチ液晶モニター、録画ボタン、メニューボタン、インフォボタン OK ボタン、十字ボタン、再生ボタン、消去ボタンなどが並んでいます。その上には、フラッシュポップアップボタン、ショートカットインデックスボタン、ファンクション拡大ボタンがあります。セットされていたズームレンズは、14から 42mm 3.5から 5.6 と40から 150mm 4.0 から 5.6 の AZ ズームレンズです。2倍すれば 35mm 換算の焦点距離になります。マイクロフォーサーズ用のレンズということで、どちらのレンズも軽量でコンパクトになっています。また、どちらもシルバーで、この本体に合っているように思います。35から 42mm のレンズは電動の振動式になっていて、電源を切れば、本体とレンズを合わせても、厚みは 65mm 程度で、非常にコンパクトになり、ポケットに入れて、持ち歩くこともでき、撮影したい時には、すぐに取り出して、使うことができます。レンズキャップが気になるところですが、電源に連動して、開閉するレンズキャップがあるようなので、購入して、使ってみたいと思っています。背面の液晶パネルは、下に180度、上に80度、開くようになっているので、ハイアングルの撮影や、ローアングルの撮影もしやすくなっています。3軸の手ブレ補正はついていますが、シャッタースピードが遅くなる場合や、動画撮影には、注意が必要です。歩きながらの動画撮影は、ちょっと厳しいです。下に180度開けば、手に持って、自分撮りができますが、手持ちだと、背景の映る範囲が狭くなるので、もう少し広角のレンズが欲しいところです。動画の終わりに、いくつか、動画や静止画を載せていますので、ご覧ください。三脚を使って、
自分の方向を撮影する場合、こういったタイプのミニ三脚なら、液晶パネルの中央部が隠れるくらいで、なんとか前から見ことはできますが。雲台がついている三脚では、液晶パネルが全く見えないです。大きな雲台だと、雲台に液晶パネルが当たり、開くこともできないです。自撮りをする場合には、こうやって左手で持ってできますが、こういったミニ三脚でも、ない方がやりやすいですね。ミニ三脚を外すと、液晶パネルがよく見えるようになりました。この方が、すっきりとして、画面も見やすく、気持ちよく撮影できますね。動画撮影時に、静止画撮影時もそうですが、設定をしておけば、液晶パネルのピントを合わせたいところをタッチするとピントが合います。それともう一つ、最近のデジカメでは珍しくもない機能でしょうが、タッチシャッターというのがあります。タッチシャッターの設定をしておけば、液晶パネルのピントを合わせたいところをタッチすれば、シャッターが切れます。実らの機能も便利そうですね。特に三脚での撮影時には使いやすそうです。そうですね。私のようなフィルムカメラの世代の人間には思いもよらなかった機能です。それだけに使ってみると本当に便利です。この14から 42mm の標準ズームレンズは、コンパクトで軽くて、いいのですが、三脚を使用しての動画撮影時に、一つだけ困ることがあります。三脚を使用して動画を撮影するときは、長時間になることが多く、撮影を停止しているときも多いのですが、途中でカメラの電源が切れてしまうこともよくあります。これは、電源を切っても同じことなのですが、そうすると、レンズも収納されてしまいます。再度、電源を入れて、撮影をするときには、ズームしてフレーミングし直すことになります。となると、その前と同じ位置にはならず、フレーミングがずれてしまいます。それで、三脚での動画撮影時には、電源をオンにして、レンズが出た時の、ズーム位置、広角側になりますが、その位置で撮影するようにしていました。ただ、そうすると、画角と撮影距離に制限ができるので、厳しかったですね。そうですね。三脚につけたままでは、なかなか近づけないし、背景の写りなんかも気になりますよね。最近、ヤフオクで、12から 50mm のスームレンズを買ったのですが、マニュアルスームに切り替えができ、電源を切ってもズーム位置が変わらないので、三脚での撮影時には、そのレンズを使っています。それと、もう一つ、最初の頃に、動画撮影をしようと、録画ボタンを押すと、画面がクロップされていました。試しに、プログラムの位置でやってみます。かなり、クロップされていますね。となると、動画撮影を開始してから、フレーミングしないといけないので、三脚での撮影時にかなり不便でした。これは仕方のないことだと思って、使っていたのですが、ある時、動画撮影の位置で撮影をしてみたら、クロップされませんでした。やってみますね。動画モードでは、一度 OK ボタンを押して、パネルを表示しないといけません。録画ボタンを押します。クロップされませんね。それまでの私の使い方が間違っていたようです。ここまで、簡単ですが、私の動画撮影についての説明をさせていただきました。軽量、コンパクトで、画質も悪くなく、持ち運びにも便利な良いカメラです。これからも、活躍してくれると思います。ほんの少しですが、
ここからは、私が撮った画像をご覧ください。シルバラさん、今日は私の出番があまりなかったわね。そうですね。また、次の機会によろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。